どうもってるんです。本日なんですけども、煮込みたい。それでは作っていきますよ。本日なんですけども、牛すじ煮込みというわけで、まずは早速今回の主役のお肉のご登場です。こちらから牛すじ、それからガツですね。で、ガツといえば何なのかというと、豚の胃袋です。こっちが牛で、こっちが豚ですね。牛の胃袋を使うんだったらね、ギアラとかミノとか蜂の巣とか千枚とかになりますけど、今回はガツです。で、このガツ、僕の住んでいるこの福岡の郷土料理にスモツというね、素晴らしいおつまみがあるんですけど、スモツはこのガツをボイルして細く切ったものです。で、今回ね、牛と豚っていうね、なんで2種類あるのよって話なんですけども、迷ったんです。もうこんな素敵な牛すじがあって、で、こんな素敵なガツがあって、スーパーの精肉コーナーで3日3晩考えました。どっちがいいかなって。3日3晩考えた結果、両方とも煮込んじゃえってなりました。だからこっちはこっちで牛すじ煮込みだし、こっちはもつ煮込みだし、合わせて他人煮込みです。で、今回のこちらの牛すじのこちらのお牛さんが2歳と2ヶ月のお肉の種と乳牛種の交雑種、それのオスの巨生ですね。よくね、美食家の方は牛はメス牛に限るとおっしゃいますけど、今回みたいにがっつり味をつけて煮込むんだったらどっちも変わらん。むしろこれで違いが分かったらすごいと思う。で、今回はこちらのガツと牛すじのこちらのお肉とはまた別に、さすがにお肉だけだとね、ちょっと重たいので、よいしょ、こちらのこんにゃく、こちらも加えてまいります。なので今回根菜とかああいったものは加えない形ですね。で、多分おそらくもう筋とかね、煮込み調味料っていうのはもう大体もうどこのレシピを見てもらっても美味しく出来上がると思うんですけど、今回僕が一番お伝えしたいのは今度はこんにゃく、ここの下処理、そこをお伝えしたい。ほんの一手間なんですけど、この一手間をするだけでめっちゃ美味しくなるんで、どうぞこの後もお楽しみに。ということで、レッツクッキング。ではまずこちらの牛すじですね。こちらに関しては特にすることはないです。後でちょっと煮込みやすいようにちょっとほぐしとくぐらい、ほぐすというかバラバラにしとくぐらいかな。よいしょ。おお、この筋立派。ちなみに今回の牛すじが、キロ単価およそ2000円です。ですのでスーパーでいうとグラムあたり198円とか200円とかそんぐらいです。こんだけ島の入ってる交雑で200円だったらめっちゃ安くない？ブランド牛だったらキロ単価4000円5000円普通にいきますもんね。じゃあはい、続いてガッツ。ガッツはこういうつるっとした白っぽい麺と、こういうねひらっとしたこっちの麺があるんですけど、もともとこっちが内側ですね。こういう感じの袋状になっているところ、こちら冷たいお水で綺麗にこうもう掃除してあるので、ぬるぬるはもうないんですけど、ぬるぬるはするけどね、こうねちょっとするようなものはもう全部綺麗にしてあります。まだなんかこう消化液みたいなちょっと緑っぽいような茶色っぽいようなぬるぬるがあったら、こちらお水で綺麗に洗い流してください。で、これはもう綺麗なのでもうこのまんまで OK です。一度ボイルしてから食べやすいサイズにカットしていきますね。ただこちらのようにこういう黄色っぽいものがついているもの、ちょっと見栄え上よろしくないので、包丁でこうこすってあげると取れますのでね、ちょっとこちらを掃除していきましょう。はい、こんな感じ。はい、これで準備完了。それでは今回はこれだけたっぷりのものを下茹でしていきますので、こういう時に便利なのが、はい、一家に一台全土。じゃあ何もかんもぶち込んで、こちらに冷たいお水。じゃあこちらを火にかけて、これはアク抜きのための茹でなので、わりかしお水はたっぷりめに。それではだいぶ沸いてきましたので、あとはこちらの中身をサルベージ。ではこちらまだ表面にアクなんかもついてますので、ささっと水洗いしていきます。ではこれから牛すじとガツを食べやすいサイズ感にカットしていきます。で、カットした後、この後柔らかくするための長時間の煮込みがあるので、あんまり小さく切ると本当にもうちっちゃな箸でつまむのも大変だわっていうくらいの筋煮込みになっちゃうので、結構大ぶりでカットしていいと思います。特に僕はもうちびちび食べるよりもガブッといきたいので、かなりでかく切ります。例えばこの大きな塊の牛すじ、これこのままです。
でこちら薄い牛すじ、これだったらこんなもんで、今ご覧になってお分かりの通り、この薄いところとガッチガチのこの筋、明らかに煮込み時間が違うんですよね。ですのでこっちの分厚い筋、長時間煮込みたいっていう筋と、さっと湯がいたらもう食べれるよっていう、多分このサイズ感なら今の段階でも全然噛み切れるぐらい。この柔らかいのは別々に分けて、ここなんかもこの薄いところとこのごっついところ、これは別々に。うわ、てかやばい、今日一でかい牛すじがやばい。もうポワポワだ。これ残るかな、大丈夫かな、溶けちゃいそうだな。これ残ったらいいなっていう気持ちを持って、よし、こんな感じで切っちゃおう。でこっちは長時間煮込みコース。いやー、残ったらいいな。で続いてこちらのガッツ、これどういう仕上がりをイメージするかによって切り方変わるんですけど、例えばトリッパ、牛の胃袋の蜂の巣、あれをトマトでじっくりじっくり煮込んだプルプルポワポワのトリッパ、ああいった感じで作りたいと思えば、もうこういう大ぶりで長時間、もうほんと120分とかになるのかな、多分そのぐらい煮込めばプルプルポワポワなものに仕上がると思います。ただ今回そのプルプルポワポワトロトロ、そこはこの牛すじに僕は担ってもらおうと思ってるので、今回ですのでこちらがトロトロで、こっちは僕は食感を残したいので、そんなに長時間炊かないです。だいたい1時間くらいしか僕は今回炊こうと思ってないので、そうなってくるとちょっと強気にこのくらいちょっと攻めてみる。これでもし硬ければちょっと煮込み時間増やします。では以上、これで薄い筋とぶっとい筋のより分け終了。一応判断基準としては、一度アク抜きのために茹でこぼしをしたこの状態で噛み切れるのがこっち、噛み切れないのがこっちです。ではそれぞれ冷たいお水を注ぎまして、でもうそろそろ沸きそうですので、なおかつアクもそんなに出なさそうな雰囲気なので、おそらく一番丁寧なのはこういった落とし蓋とか、あとこういったオーブンシート、これが多分丁寧なんでしょうけども、溶けないからね。でも今回はちょっと簡単に、キッチンペーパーでこれを折り返して、で落とし蓋をしたら中でこう対流しないと意味がないので、より対流しやすいように真ん中に穴。原理はコンソメ作りと一緒ですね。そしたらこちら小さい方、薄い方は常に沸いている状態で40分かな。でこちらごっつい方はこのサイズ感のアワビを煮るなら2時間くらい煮たいかなって感じなので、とりあえず100分まず一度様子見ます。ではまずこちらの40分後に移動。はい、だいたい50分から1時間ほど煮込みました。多分このくらいで薄い子たちはいいんじゃないかな。それは一度こちら火を止めて、ちょっとざるにあげます。で今ちょっと夏なので蒸気があまり見えませんけども、この蒸気という名の余分な水分を抜きまして、ちょっとこちら乾燥肌状態にさせますね。今回この後合わせるお味噌の合わせ調味液、その中では煮ないので、この牛すじもうただただ味を染み込ませるだけっていう感じになるので、この段階で余分な水分の表面上のやつ、そこを飛ばしておくともうより早くシューッと味が染み込んでいくと思います。ただこれずっと外気にさらしておくとお肉がちょっとこう黒っぽくなっちゃったりとか色が悪くなっちゃうので、ある程度冷めてきましたらバットにとってラップをしておこうと思います。んでこちらは100分ではなくて120分、ちょっと30分伸ばしました。筋はねいい感じだったんですけど、どうしてもガツがねちょっとガツガツしてたので、今更にはなってしまうんですけど、この筋煮込みってこの筋を炊いたこのスープ、
これが牛すじのコラーゲンが溶け出した甘いおつゆになるので、これがね1個の売りだったりもすると思うんですけど、今回はこちらを使わない方向でいこうと思ってます。このスープもったいないなって思われる方は、筋を炊くとものすごい量の油が浮くので、この油を除去してもらって何かお鍋だったりとかスープにしてください。じゃあこちら一度ざるに上げてきます。で、形が残るかどうかちょっと危惧していたでっかいポワポワ部分、明らかに頭おかしいサイズで残りましたね。ここ大トロです。で、あれだけ分厚かった筋ももうこの通りプルンプルンですね。ただこれが一番ぶっとい筋なんだけど、これはいけるのか。もうやわやわですね。で、それとは対照的にこちらのガツはこちらもサクッと切れるぐらいですけど、まだ少し食感が残ってて、明らかに筋とは全然食感が異なる感じになってますね。ちょうどいい。じゃあ一度こちらも一肌程度まで冷めたらバットに取ってラップかけておこうと思います。ではここからいよいよ牛すじを煮込んでいくわけですけども、今回の合わせ調味液、そちらを合わせていきますので、その材料たちをせーの。こちらから豚骨スープ、赤味噌、日本酒、きび砂糖で、今回の分量がこちらから1リットル1キロ 500g。今回めちゃくちゃシンプルにしてみました。大体どこのご家庭の冷凍庫にも入ってますよね、豚骨スープね。詳しくは前回動画を見ていただければと思うんですけど、大体どこのスーパーにもあるこういった豚のスペアリブ、こちらを骨から身を剥がして、で身は美味しく焼肉でも何でも美味しくいただいて、こっちの骨ね、こちらの骨を大体10時間強火でバッカバカ沸かすとこれができます。で、今回も別に取ろうと思ったんですけど、もうあるのでちょっと今回省略というか簡略させてもらいますね。で、もしですよ、あんまりないと思うんですけど、ちょっと家に豚骨スープがないわっていうご家庭は、スーパーのチルドラーメン、そちらのコーナーに大体こういった豚骨スープが売ってると思いますので、こちらを代用してもらったらそれっぽくなるのかなと思います。ただこちら塩分もしっかりと入ってるので、これを表記通りの 270cc とか 300cc とかのお湯で割ると多分めちゃくちゃしょっぱくなります。ですので4倍とか結構薄い豚骨スープを使ってもらうとそれっぽくなるかなと思います。ただ僕はこれで作ったことないので、しょっぱくなっても僕は責任は持てません。もししょっぱくなったらお酒とかちょっとみりんとかで伸ばしてくださいね。で、こちら合わせるとなんかもう2時間ぐらい煮込んだ後ぐらいのドロドロが出来上がります。こちらかなり粘度濃いです。っていうのが、この合わせ調味液をあまり僕火にかけたくないんですよ。お味噌の風味が飛んじゃうから。なのでかなり粘度上げてます。そのためにみりんではなくてお砂糖を使ったりしてるんですけど、ですのでちょっとこれ重たすぎるなと思った場合はお水だったりとかで伸ばしてくださいね。これはあくまでも僕好みのドロドロの濃厚な牛すじ煮込みっていう感じの比率です。つい先日ですよ、6月の4日に愛知県に行ってたんですけど、その時にいただいたこのもつ煮込みというかすじ味噌煮込み、この味噌煮込みがね、まあ美味しくてね、なんだろうね、なんかもう赤味噌の濃厚さというかパンチ力で往復ビンタ食らってるみたいな、赤味噌みたいな、そういった味噌煮込みだったので、ちょっとそれを再現したいなと思ってこんな感じにしてます。ならばはい、赤味噌ドンで、僕はまだ愛知県に関してはまだまだミーハーなので、もう本場の方からしたらね、ちょっと賛否があるかもしれませんけども、僕にとってのやっぱね、赤味噌ってね、格級産なんですよね。ちなみに僕が愛知県で味噌煮込みをいただいたお店もこの格級産でした。赤味噌ホームページにそう書いてた。はい、ドンで、今回僕はきび砂糖というか、これほぼ黒糖に近いんですけど、一応パッケージ的にはこちらのヤンバル糖です。だからもう黒糖ですね。上白糖じゃなくてこの黒糖を使ってる理由としては、みりんの持っている奥ゆかしい、なんていうかこうアダルティーな甘さ、甘さって上白糖では表現しづらいので、もうできるだけ色のついたお砂糖の方が今回に関してはいいのかなと思います。ちょっとヤンバル糖とか黒糖は高いですけど、それこそ三温糖とか、あときび砂糖、そういったものを加えてもらえるとそれっぽくなるかなと思います。それっぽくというかこれっぽくなると思います。で、一応ですね、今回豚骨スープ、お味噌、お酒、砂糖、この4つで作っていくんですけど、あくまで僕の感覚なんですけど、赤味噌をペロッと舐めた時の時間経過による味の感じ方って、僕こういうグラフを描く感覚なんですよ。口に含んでちょっと経ってからお味噌と
となってからゆったりと下がっていく。そうなってくると、この序盤と後半が欲しくなるんです、僕。で、序盤にパーンと感じるもの。ここにパーンと感じるもの。これ何なのかというと、はい、お醤油です。醤油ってめちゃくちゃスプリンターなので、口に入った瞬間、お醤油の香り、それから塩分、それから香ばしさ、そういったものをパンと感じると思います。だからお醤油も加えてもらえると結構相性いいのかなと思います。結構そういうレシピも多いですもんね。じゃあ、あとは残りのこの後半部分ですよね。だいたい奥行きとかコクとか言われているこの後半部分の伸び、こちらを簡単に表現するならお砂糖。まさしく黒糖なんて奥行きコクの塊みたいなもんですからね。なので今回ヤンバル糖です。で、今回僕はこのお醤油が入っていないんですけど、今回こちらの豚骨スープを使うことで全体的にこうグッと底上げしているような、そういうイメージで合わせてます。だからそれこそね、この市販の豚骨スープなんか使ってもらうと、これなんてお醤油とかもね、あと旨味調味料とかも入ってるので、最初のパンと伸びるスプリンターである部分、ここも補ってくれるので、もしかしたらこちらの方が万人受けする味になるのかもしれないですね。じゃあちょっと話が長くなりましたけども、こちらを合わせて、お味噌が溶けたら、はい、豚骨スープ。で、今回はちょっと足らないので、試作で作ってたちょっと余り、レシピ全く一緒です、こちらと。こちらもご用意。あとは、はい、ダーバー。それでは今からこちらを火にかけていくと、その前に最後の食材のこんにゃくを仕込んでいくにあたって、こんにゃくって2種類あるんですよね。生芋こんにゃくと普通のこんにゃく。生芋こんにゃくっていうのがその名前の通り、生のこんにゃく芋をすりつぶして、そこに水酸化カルシウムを加えて固めたもので、食感としても結構ね、ちょっとジャリッと感というかな、なんていうのかな、ちょっと目が粗い感じがして、これが歯触りがめちゃくちゃいいんですよね。だから僕は生芋こんにゃく大好きなんですけど、一方もうよりお手頃なパウチで売ってるおでんとかに入っているトゥルンプリンプルンとしたこんにゃく、こっちのこんにゃくはこんにゃく芋を製粉して粉にして、このまんま作ると真っ白になるので、そこに海藻を加えて水酸化カルシウムで固めたもので、この違い、裏の成分表を見てもらうとすごくわかると思います。こっちの方ですと、こんにゃく製粉と、あとここにこんにゃく芋と書かれてあって、あと海藻とかは書かれてないんですよね。あとは水酸化カルシウムが書かれてあるだけ。こっちが生芋こんにゃく。実際定義的にどうなんでしょうね。こんにゃく芋と、あとこんにゃく製粉が入ってるから、これ生芋こんにゃくと呼べるのか僕はちょっとわからないですけど、でも食感自体はこの子は結構ザラッとしててめちゃくちゃ美味しいです。僕の大好きなこんにゃくです。で、一方こちらがこんにゃく粉、それから海藻粉末、そして水酸化カルシウム。こういう風に書かれているのが一般的なこんにゃく。この子もこの子で美味しいですよね。で、しかもお財布に優しい。とはいえやっぱりこのこんにゃくに海藻が入って水酸化カルシウムを結構しっかりとこっちは効かせるので、やっぱりこんにゃくなんですよね。もう食感が特徴的すぎて。ですので、この子の食感をこっちに近づけるっていうことをします。結構簡単です。ではまずこっちが生芋こんにゃく。生の方は、はい、このくらいの短冊に。で、続いて一般的なこんにゃく。で、ここからアク抜きですね。一般的なのは塩を打って揉んでもらうか、あとはお鍋でさっと湯がくだけ。湯がき時間1、2分、2、3分、そのくらいで。だと思うんですけど、僕はめんどくさいので、はい、お湯ぶっかける。で、今は結構アク抜き不要って書かれてあるこんにゃくも多いと思うんですけど、それでもやっぱりこうお湯にさっと通してあげるとこんにゃく独特の癖とかね、もうそれこそ水酸化カルシウムなんかも抜けやすいので、僕はアク抜きをおすすめします。で、お湯に入れておく時間は本当に2、3分程度で。これならね、お鍋も洗わなくて済むのでね。で、余分な水分は拭き取っといて、
そしたらここまで来ましたら、こちらのこんにゃくに関しては、はい、フライパンにごま油。で、今回僕がごま油好きなのでごま油使ってますけど、普通のサラダ油でも大丈夫です。そしたら火にかけて、こちらこんにゃくを炒めるというより両面焼き付けていきます。で、こちら両面焼き付けていくんですけど、ある一定の焼き目の色からそっから先がなかなか焼き目つかないんですよ。なので、あれ全然小麦色にならないなと思ってもそれが普通ですので、あまり深酔いすることはないです。なんかこう泡ぶくっとなりながら微妙に焼き目がつくので、こうなったらもう裏面もたったこの一手間で、これまでツルンプリンっていう食感のこんにゃくが急にジャキジャキ感というか、ほんと名前もこんにゃくみたいな食感になるので、ぜひ一度騙されたと思ってやってみてください。はい、お鍋にゴー。で、ちなみにこちらの生芋こんにゃくの方も実際このまま煮込んでもらっても十二分に美味しいんですけど、同じように軽く焼き付けてあげるとさらに食感がジャッキジャキになって僕は結構好きです。あとなんだろうね、こんにゃく臭さ、それが結構飛ぶ気がする。よし、これで脇役とかかさ増しとか絶対に言われない、もう主役を食ってかかるこんにゃくの準備終了。では一度こちらを火にかけてまいります。今こちらの中に 500g の日本酒が入ってますので、その分のアルコールを煮切るという意味と、こちら牛すじもガツもこんにゃくも味噌ベースのこちらのタレの中で煮込んでないので、正直まだ全然味染み込んでません。ですのでアルコールを煮切ると一緒に一気に温度を100度まで上げて、で沸騰したらもう火を止めて、この温度が下がっていく過程で味を染み込ませていきます。でも火入れはこの1回だけですので、赤味噌の香りが飛ばない。だからすごく風味豊かな感じに仕上がると思います。1個ご注意点としては、こちら水分が極端に少ないので、もう今この段階でドロッドロなので多分大丈夫とは思いますけど、鍋底がね焦げたりする場合もあるので、そこだけご注意ください。とはいえガチャガチャ回すと牛すじがボロボロになるので、あくまでも優しく。うわー、やばい、美味しそう。では無事に沸きまして、アルコールのツンとする香りもないので、もうこちら火を止めて、いい粘度。で、味の濃さも僕的にはバッチリですね。ちょっと薄いなーってことであればお醤油足してくださいね、皆さんは。じゃあ、あとこちら味を含ませるだけですので、これにて終了。では煮込みに味を含ませてる間、まあまあ暇なので、ちょっとお口の潤い作り、この時期美味しいこちらのトウモロコシを使いまして、明らかに1個だけ紫色をしてますけども、これ全部違う種類で、こちらからゴールドラッシュ、ピュアホワイト、ヤマトルージュ。もうゴールドラッシュっていうのが僕らがよくスーパーで見かけるこういう黄色いやつですね。もうスーパーでトウモロコシって置いてあるやつはほとんどゴールドラッシュだと僕は思ってます。で、ピュアホワイトは真っ白いやつで、ヤマトルージュがこういう感じの真っ赤っかなやつですね。で、こちらせっかく3色揃ったので、お口の潤い3倍、こちらを作ってまいります。で、今回こちらを蒸して火を通していこうと思うんですけど、蒸し器に入らないので、ちょっとだけこっちの血の方を落として、ちょっとこっちも切ろうかな。こちら皮付きのまま、はい、お鍋にセット。で、こっちはただ普通のゴールドラッシュ。こちら具材用ですので、こちらもそのまんま皮ごとイン。ではお湯が沸いてきましたら、はい、蒸し器セット。で、蒸し上げる時間は10分から20分の間ぐらい。とりあえず15分を一旦基準にしてみようかなと思います。結構ね、ヤマトルージュとか結構大きいし、今回皮ごとやってるのでね。で、もちろん皮を剥いでもらって、お水から下茹でしてもらってもいいし、蒸してもらってもいいと思うんですけど、この皮ごと蒸すっていうやり方、できるだけトウモロコシにストレスがかからないように、こう優しく火を入れましょうっていうやり方で、なおかつ香りが逃げにくいので、よくお料理屋さんとかで使われてる手法ですね。で、今作ろうとしているのはトウモロコシのすり流し、こちらを作ってるんですけど、そのワンダネによいしょ、大体どこのご家庭の冷蔵庫にもある、はい、グレ、こちらを使ってまいります。正式和名はメジナかな、九州ではグレと呼びます。
でグレって寒グレって言われるぐらい冬場にものすごく脂が乗るめちゃくちゃ美味しいお魚なんですけど、この暑い時期にグレが並んでて、でお腹ポンポンだったんですよ。わかります？この小顔具合でお腹の中も内臓脂肪バッキバキやったので、正直今回すり身にするんですけど、すり身にするにはあまりにももったいない、そんなクオリティです。で今回頭とカマは使わないので、なおかつもう鱗は全部取ってあるので、あとヒレもまず頭落として、普通に3枚おろし。あとは腹骨外して、はい1枚。はい2枚で、ここを見てもらったら分かりますよね。脂がよう乗っとんじゃ。脂が乗ってる魚ってこの肛門付近の腹びね付近、ここ真っ白になりますよね。さばいててここが見えたらテンションマックス。じゃああとは腹骨をついて、でここのとこは見栄え的に外しちゃって、お味噌汁の具。で血合い骨も外して、で皮を引いて、ちょっと失敗したらリカバリー。はい、こんな感じ。やば、油テカテカ。もう一匹あるんで、こちらは普通に今晩の僕のお刺身にしますね。グレってこの時期も油乗るんですね、個体によっては。やば、今日全然決まんない。そしたらあとは適当にこちらをもうこの後すり鉢で当たるので、すり鉢で当たりやすいようにちょっと細かくする感じで。あとは包丁でもう少しだけ細かくした後に、ここまでしておいて、あとはこの後すり鉢で当たっていきます。でそうこうしているうちに15分超えて25分くらい時間経ちましたので、これで終了。そうしましたら、人肌までというか触れるくらいまでは全然冷めてないんですけど、こちらを剥いてまいります。まずこちらが多分ゴールドラッシュ。お、当たった。ここまで剥いたら、あとはペキャッと折れば OK。 でこのヒゲもね、揚げれば美味しくいただけるんですけど、今回は廃棄します。でこっちが白。うわー綺麗。はい、せーの。で最後ヤマトルージュ。おお、これ立派。せーの。そしたらこちら、あとはかつらむきで身を外していきますので、かつらむきしやすいサイズ感に、はい、カットしてもらって、
ではこの辺が、ペーストにする分で、こっちをワンダネ用で切っていきます。カットするといっても先ほどと同じくかつら向きにしながら、こちらを並べていくだけですね。こちらコーン4列ぐらい取ったら、これを並べるっていう風にすると綺麗にいきやすいかなと思います。ではこれにてコーンの下処理は終了で、こちらはまた後ほど。ではペーストにしていきますね。まずはピュアホワイト、これが 160g で、これでは回らないので、ここでかつおと昆布の合わせだし、これを 100cc。 それではこちらを裏ごして、では赤も黄色も、同じ分量でいきます。赤大和ルージュ結構回らない。さらに 100cc 追加。ではここからすり流しを合わせていきます。で、今回のすり流しに合わせていきますのが、こちらから昆布とカツオの合わせだし、トウモロコシペースト、白味噌、お塩、薄口醤油、みりん。で、今回の分量がこちらから 300g、60g、10g、適量適量適量。で、この辺の詳しい分量に関してはまた後ほどお伝えしますね。まず1回合わせてみます。はい、もうこの段階で分量変えます。おだし300に対してトウモロコシペースト 90g、 こちらでいきます。で、白味噌 10g。 ではあと味を見つつ、薄口醤油、みりんともに 20g で、お塩 5g です。で、トウモロコシ自体の甘さがちょっと控えめだったので、ここでお砂糖を1つまみ、いや2つまみ。よし、めっちゃうまい。あとは皆さんのその日使うトウモロコシの甘さによってお砂糖をもうちょっと増やしてもらったりしてください。それではこちらを火にかけて、今回はとろみ漬けに吉野くず、こちらを使っていきます。しっかりと溶かして、もしなければ水溶き片栗粉を使われてください。ではだんだんと沸いてきましたので、ここにくず、とろみ能力そこまで強くないので、もうこの沸いたところに直接加えても全然大丈夫です。ダマにならないです。水溶き片栗粉は結構とろみつくので、一度火を止めてからが安心だと思います。で、今回こちらまだワンダネも完成してない通り、こちら冷たい状態でいただくすり流しにしようと思ってますので、そこまでとろみは強くなく、ちょっともったりするかなくらいで、冷めると粘度上がりますのでね。じゃあこちらで OK。皆さんごめんなさい、しっかりと測り直したらちょっと違いました。改めまして、合わせだし 500g、 トウモロコシペースト 180g、 白味噌 10g、 薄口醤油 20g、 みりん 20g、 お塩 5g です。で、あとはお好みに応じてお砂糖を加えてください。大変失礼しました。はい、これで3種類のすり流し完成。で、やっぱ裏ごしてる時から思ってましたけど、やっぱルージュはルージュ色にはならんかったですね。でもこれはこれで綺麗。ごぼうのすり流しみたいで、作ってて思ったことなんですけど、もちろん個体差はありますけど、僕がそれぞれ加えたお砂糖に関して言うと、ゴールドラッシュ2つまみ、ピュアホワイト0で、大和ルージュ4です。だから甘さ的に言うと、こっちのピュアホワイトが一番甘かったですね。すっごい美味しかった。ペーストの段階ですごい滑らかで、ちょっと舐めたんですけど、めちゃくちゃ美味しかった。多分もう一度見かけたらリピートすると思います。
じゃあこちらは一旦この状態で置いといて、じゃあこれにてラストです。もう終わりますんでね。先ほどのグレの実で並べたトウモロコシ、こちらを使ってトウモロコシ新庄、こちらを作っていきます。じゃあまずはすり鉢に実、ここにお塩を2つまみくらい。こちら下味もありますけど、このすり身に弾力を持たせるためのお塩ですね。ちょっと粗いですけど、あらかたもっちりとしてまいりましたので、ここに大和芋、贅沢を言えば自然薯ですけども高いですからね。じゃあ今回こちらは皮を剥いて、今回魚のすり身 500g ぐらいに対して 100g ぐらい、はい、すりおろして、大根おろしと違ってすぐすりおろせるから好き。じゃあこちらをポイで、またこちらをすり鉢で当たって、やったね。今卵割ったら双子でしたね。でも破けた。そしたらここに卵白1個分。この卵白はつなぎですね。卵って液体から固まるとカチッと固まるじゃないですか。その時にこのお肉だったりとかを一緒にこう抱え込むようにしてこう固まってくれるので、ハンバーグとかね、そういったものに加えるとこう形をカチッとしてくれますよっていうのが卵ですね。じゃあこちらも混ぜ合わせて、これにて一応ベースの出来上がりで、この段階でちょっと重たいなっていうことであれば、お酒とか、あとお出汁、こういったもので伸ばしてください。今回僕はお出汁が余ってるので、ちょぴっとだけお出汁入れすぎるとほんとダルンダルンになっちゃうので、入れすぎ注意です。よし、こんなもんでよかろうか。でこちらもあと全部生でいただけるものですので、ちょっと味を見つつお塩で塩分調整。当然すり流しにもね塩分ありますので、そんなに激しくする必要ないです。ちなみに今回卵黄だったり薄口醤油を使ってないのは、より白く仕上げたかったからですね。で一応今回の分量がグレの切り身 500g に対して大和芋 100g、 卵白1個分L 玉、おだし 80cc、 塩5つまみです。そしたらこの並びを壊さないように、はい、優しくこの時お玉一度濡らしてあげると、こういう風につるんと外れやすいのでおすすめです。じゃあ表面を滑らかにしたら、ちょっとトントンしてあげて、こちらを蒸し上げていきましょう。では水滴が入らないように、はい、アルミプロテクト、この2段目は余ったやつですね。で蒸し時間的にはまあまあのサイズあるので、ちょっと長めに20分で、バッチリ火が通ってるみたいですね。なのでこちらも多分大丈夫でしょう。じゃあまた熱い今のうちに端っこだけちょっと一発入れとこうかな。外しやすいように。トウモロコシのすっげえいい香りする。すごっ、中に隠れてるのに。じゃあこちら外気に触れて変色&カサカサになっても嫌なので、ふんわりラップでちょっと常温になるまで冷ましておきます。でこっちは僕の晩ご飯。これわさび醤油で食べるとめちゃくちゃ美味しいんだ。よし、せーの。これでトウモロコシのすり流し完成。あとはこちらを、はい、大きくなれ。はい、完成。
それでは今回の本命味噌煮込み、これも黒々と仕上がりましたね。あとはこちらをお好きなお皿に盛り付けて、はい、というわけで、はい、これで味噌煮込みセットの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事に完成しました。で今回は、絶対にご飯が合うなということで、こちらにお米を用意しております。でなおかつ今回そんなに持ってこなかったです。小盛りぐらいで。なので今回はプチ大食いですね。よし、ならばいただきます。うまっ。じゃあまず初手安定の、はい、お口の潤い。いいんじゃないですか。我ながらうまくいった。いや、うまっ。口に入ってトウモロコシをシャリッと噛んだ瞬間はやっぱりトウモロコシの香りがパンと抜けるんですけど、それを味わっていくにつれてだんだんとグレの焼いた魚というか、その加熱した魚の香りがふわーっと香ってきて、なんていうかこの香りのグラデーションがねすごい面白いですね。これ全体のバランスぶち壊しますけど、多分トウモロコシをバーナーでバーッと炙って香ばしくしてもそれはそれで美味しそう。もうその場合はそれ単品でもういいおつまみになるだろうなっていう感じがする。で今回の新庄結構うまくいきましたね。舌触りがすごく滑らか。前回作った時はねダルンダルンになっちゃいましたけど、今回はうまくいった。ですり流しがうまいわこれ。なんていうか、あったかい時はもうちょっとねトウモロコシの香りが鼻から抜けてたんですけど、冷えてくるとその香りが収まってよりね白味噌が存在感出してきましたね。今回全体で700cc ぐらい作った中で、3種類 700cc 作った中でそれぞれ白味噌 10g しか入ってないんですよ。ほんと大さじ1杯も満たないぐらいの量しか入ってないのにめちゃくちゃいい仕事してますね。っていうか全体の印象を決定づけてるのは白味噌です。なので見た目で言うとビシソワーズみたいな冷製スープみたいな感じですけど、思いっきり和。これ超美味しいよ。んで意外とセルフィーユ合いますね。ハーブ結構これもっと入れていいかも。はい、大変美味しゅうございました。まだいっぱいあるんですけどね。はい、ゴールドラッシュ完売。じゃあ早速牛すじいきますか。まずはそのままで一杯やりたいですね。どこをバッと持ってもこのでかさの牛すじが来るってやばいよね。じゃあここの一番プルップルのところ、最高。やべえ、マジでうめえ。もう筋に関してはマジでトロトロプルプル。もう歯がいらないを超えて顎関節がいらない。当然のことながらめっちゃ合う。マジで酒泥棒やわ。ガツうめえ。もう全部が全部この牛すじみたいにトロトロプルップルの状態だとさすがにくどいかなとなりますけど、もうガツのおかげでなんていうかお肉感が増してちょっとこの油感そこが薄まりますね。でこのガツの食感がこのこんにゃくと近いんですよね。これがまたこっちが生芋。はい、最高にうまい。もうこの生芋特有のちょっとスポンジっぽいというかシュクシュクっとした食感というか、これが最高にうまい。んでこっちが普通のこんにゃく。やっぱね一度焼いてあげると食感全然変わるんですよね。生芋こんにゃくほどじゃないですけど食感にお肉味が増して、なんというか主役感がすごい。
でちょっとこれが終わるまでちょっと僕は食没。はい、完飲。じゃあここで続いてヤマトルージュ。ピュアホワイト。ピュアホワイトの勝ち。まあ勝ち負けではないですけど、やっぱ甘みが強いのと、あと香りがいいっすね、ピュアホワイトね。ルージュに関しては、なんだろうな、ちょっとおしとやかというか、そんなに香りが強いわけでもなく、で、甘みが強いわけでもなく、なんというか、さっぱりしてる、なんかそんな感じです。で、このタイミングで出てきましたね、これ。メンブレン。筋というより、牛肉のハラミ、横隔膜のとこ。ああいったのを包んでる、薄いやつ。筋というよりか皮みたいな。これがうまいんですよね。で、ここ長時間炊けば、本当にトロットロになるんですけど、ここ、今回50分しか炊いてないので、多分ね、食感残ってるはず。最高にうまい。ちょっと今回でっかくカットしてるので若干食べにくいですけど、しっこしこしてね、最高。これは酒のあてだわ。じゃあここからはご飯でいきましょう。ちなみにこれが今回の一番でかいやつですね。頭悪ー。ご飯に合う。もうなんだろう、焼肉よりご飯に合う。最高ですね。ダメだわ、これご飯止まらないわ。ついこの間愛知県行ってきましたけど、すれ違う方々みんなスラーっとしてらっしゃいましたけど、言うてもかなり高カロリーですよ。砂糖もガンガン使いますからね。でこんだけご飯に合う味付けでしょ。どうなってるんでしょうね。僕名古屋に住んだら速攻で太る自信があるわ。じゃあこっからは丼にしちゃいましょう。いやすごいね、血糖値がぶり上がるね。最高だ。はい、というわけで残りがあと1杯ですね。さっきの塊が一番でかいやつと思ってたんですけど、こっちでした。で今回こちらの煮汁、こちらは残しますっていうのが、次に上げる動画がこのお汁を使おうと思ってるので、大事に残しておきます。というわけで味噌煮込み終了。よし、ってなわけでして、ラストスパート。下した。いやーうまかったね。もう冗談抜けてうまかったわ。やっぱり今回の味噌煮込み自体がお醤油を使ってないので、これだけドロッとすごく濃厚そうに見えるんですけど、塩分的にはそんなになんですよね。だからこそ、今回はね、
ちょっと少なめでしたけど、ペロッといけますね。ちょっと作り方的に10時間かけて豚骨を取るっていうものすごい手間のかかる工程が1個入りますけど、でもものすごく美味しいですよ。もしね豚骨スープ取ってみようかなっていう猛者の方がいらっしゃいましたらぜひっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。